皆様こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、年末の最後に本来は、バッグの制作動画を紹介予定だったんですけれども、予想以上にですねボリュームがありましたので、そちらは年明けに公開予定ということにさせていただいて、年内最後の動画の方はこちらのお正月飾りの方を紹介したいと思います。こちらはですね、毎年恒例になっていますダイソーとかセリアとか100円商品をリメイクして紹介しています。今年はですねちょっと探すのが遅かったせいか、もう220円のものになりました。なのでちょっとね豪華な感じになってますけれども、こちらを少し活かしつつリメイクの方を紹介していきたいと思いますので、よかったら参考にしていただけると嬉しいです。それでは準備するパーツと道具の紹介になります。今回は、布切りばさみとか紙切りばさみ、あと今これですね、パーツをすべて外したところです。今回使用するのはこちらだけにしようかなと思います。あとは布耳、できれば赤とか黄色とかちょっと濃いお正月をイメージするような色が残っていればいいかなと思いますが、なければ他の色で代用ができるかなと思います。あとは両面テープ使用していきたいと思います。それから布耳を使用するのに明治手芸部の方はもしかしたらまだね布耳が少し余ってる方いらっしゃるかと思います。こちらもぜひね活用していただけたらと思います。それから畳へりの方はこんなにねたくさんは使わないんですけど、どんな風に色を使おうかなっていう意味で選択肢を広げるために、だいたい 3,4 個用意していただけたらなと思います。今回はせっかくなのでオリジナルのこの畳へり作っていただいたものを活用していきたいなと思います。それでは早速始めていきましょう。そしたら今回畳へりは3枚用意しました。それぞれの長さなんですけれども、こちらがだいたい25センチで、この1枚だけ少し短くしています。こちら21センチになります。まずですね、このちょっといろいろ集めてみたところなんですけど、実際に、普段よくね使うのが、黄色と赤なんですけど、この部分はここに使っていこうと思います。上の部分ですね。でそこにこのちょっとトゲトゲした感じのものをここに足して使っていって、あとこの部分にちょっとシンプルに、畳へりを使っていきたいと思います。こんな風にしてみようかなと思います。いつもとねちょっと違う感じですね。こんな風に去年はこういう風に蛇腹に折ったものをここにつけていたんですけれども、こういう風な組み合わせ方法もあるんですが、今回はちょっと変えていきたいと思います。ただある程度ですね、自分でちょっとこう組み合わせてみて、この赤と黄色がない場合はこちらの例えばそうですね、じゃあこの一番上の布耳でいきましょうか。これだとすると、ちょっとオレンジっぽいですよね。このまま使ってもいいんですけれども、このまま切り分けてみましょうか。こんな感じの文字が入っているものとこう柄とに分けられて2本になった感じですよね。そしたらこの綺麗に取れなかった部分を隠すようにして、こういう風に縛っていきます。後ろ面で縛りましょう。片側は少しこういう風に長くしておくといいですよ。でここにこう赤とか黄色とかを合わせてちょっとこういう風に隠していきます。でこの後ここにこういう風にして合わせていきたいと思います。でヘリンボーンは向きがあるので柄向きに気をつけながら、こういう風に1センチで折りたたんでいきますので、この状態で反対面にします。そしたら両面テープを貼ります。そうしたらそれぞれ外して1センチで折っていきます。はい、こんな感じで片側が1センチ折れたところです。そしたら反対側にも両面テープを貼ります。で両面テープここだけじゃなくてもう1箇所貼っておきます。だいたい5センチぐらい離れたところ、上ら辺にも貼っておきましょう。この部分ですね、剥がしておきます。そしたらあとは巻きつけていくだけです。ヘリンボーンからまず貼り付けていきます。こんな感じで巻きつけて、裏面にした時にこの折り目のところを付き合わせにします。そしたら
このフレンチの方も合わせます。そしたらこの間にこのゴールドを挟んでいきたいと思います。こんな感じになります。あとはこの重なってる部分にボンドを留めていきます。畳へりは結構シミがつきやすいので裏面にしてボンド留めていくといいですよ。で仕上げにこの部分ちょっと縫い留めておきます。使う糸はね、赤い糸の方がちょっとアクセントになるかなと思います。でこの両面テープで留めたところはちょっとねやっぱり外れやすいので縫いました。はい、いかがだったでしょうか。これで完成になります。畳へりで作るお正月飾りは昨年に続き2回目になるんですけれども、今回はねちょっと違う感じで仕上げてみました。ぶっつけ本番なので少しね難しくってやり直しも何度かあったんですけれども、仕上げにこうちょっとね縫い付けて仕上げるなどして工夫をしてみました。よかったら皆様の方のお正月飾りでも参考にしていただけたら嬉しいです。そして今年も1年チャンネルをご視聴いただきまして本当にありがとうございました。皆様のおかげでですね楽しく編集作業を進めることができました。また来年も引き続き皆様が楽しんでいただけるような動画配信を心がけてまいりますので、引き続きご視聴いただけると嬉しいです。今年の最後は旅の Vlog の方の配信の方がまだありますので、そちらの方もよかったらお楽しみいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様良いお年をお迎えください。